おはようございます。たかしです。本日は10月25日火曜日、ただいま8時13分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は上髭、下髭を伴った実体は小さいんですが、一応陰線として終えてます。現在の印象としてはここの緑のボックスですね。ここを一度上抜けてそこからの戻しをつけている感じ。そんな印象も受けるのですが、今 GMMA 付近まで一度下落してきておりますので、この辺高値付近で張り付いてますし、ここから一旦上昇に行けるのかなと、そんな印象も持てます。現在はこのボックス上限にありますので、まずは上抜けを待ちたいところですが、この辺で小さくレンジを組んでいるんですね。なのでそのレンジを抜けた方についていくというのがいいと思ってます。ただ、まだ日足の GMMA まで距離がありますので、もう一度この GMMA を目指して下落するという可能性もありますので、その辺は注意が必要ですが、今のところ日足は陰線の方が多いですので、ここから上昇していくにはもう一度下げて、下髭の陽線で終える、そういう形を作ると上に行きやすいとは思うんですが、今のところはまずは小さめのボックス、そこをどちらに抜けるかっていうところで見ていくのがいいと思ってます。インジケーターストキャスティクスはあまり方向感がない。ただ、現在はデッドクロスして下落気味というところで、やはり上値は重いのかなと。で、MACD も上昇モメンタムが少し消えつつありますので、この辺は注意ですね。では4時間足です。4時間足エリオット波動5波が終了した可能性。ただ現在はここをですね、この紫のラインが1時間足の目線切り替えポイント165円付近になるんですが、ここがこのエリオット波動の支点から終点に当てたフィボナッチリトレースメントの 23.6% 付近になるんですね。で、今ここでちょうど反発してきております。金曜日はここで反発しました。そして昨日もここで反発してきておりますので、この朝よ押しで再び上昇していくのかなという、そんな印象も持てます。週末の動画でお話ししていたのが、このエリオット波動が完成した場合の修正波のターゲットは、フィボナッチリトレースメントの 38.2%、このオレンジのラインですね、162円付近、そしてこの4波の安値、ここですね、160円付近っていうところを目指してくる可能性、つまりこの緑の丸で囲ったこのゾーンですね、この辺を目指してくる可能性を言っていたんですが、昨日の強い下落でも、やはりこの165円っていうのを割れてこないということは、ここは下値が硬いというところで、ここを背にロングエントリーというところで攻めていくのがいいのかなと。で、もう一度下落してきてもやはりこの辺、ここには日足の GMMA も走ってますので、この辺付近っていうのは下値が硬くなるところだなと思いますので、165円まではロングエントリーで攻めていけるのがいいのかなと。逆にここを割れてきますと、次は先ほど言っていたゾーンぐらいまで下落してくる可能性がありますので、その辺は注意が必要ですね。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを開催中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。少しの手間でそれだけの金額がもらえるなら、今月のお小遣いにしませんか？専用 URL は概要欄に貼ってあります。期間限定ですので、お早めにどうぞ。では1時間足です。先ほど日足で言っていたボックスがここですね。この黄色の四角で囲ってますが、ちょうどここです。下限が 167.7 ぐらい、上限が 169.8 ぐらいというところで、その値幅で今動いてますので、ボックス下限ではロング、ボックス上限ではショートっていうところで攻めていくのがいいのかなと。またボックス上限を上抜けた場合は一度大きく上昇しそうですので、そのあたりを狙っていけるといいのかなと。ただ、ボックス下限を下抜けた場合は、この金曜日の安値ぐらい、165円ぐらいを目指してくる可能性もあるんですが、この場合はいろんな抵抗体がここ途中にありますので、どこで反発してくるのかが分かりにくくなってます。ですので、下抜けた時は下落を狙っていくのではなくって、下げ止まったところからの上昇を狙っていくのがいいと思ってます。そして4時間足でも言いましたが、この紫のラインを抜けると一旦大きめの下落になりそうですので、その場合は一旦下抜け後のここが今度レジスタンスになったのを確認してからのエントリーっていうところを狙っていくのがいいのかなと思ってます。現在は日足のボックス上限、高値圏というところで、ここから大きく下落する可能性もありますが、高値圏に張り付いてますので、ここから上抜けするという可能性もありますので、どちらの可能性も考えてトレードしていくのがいいと思いますので、エッジの効いたところですね、このボックス上限なんかでショートエントリーした場合は、次損切りっていうのはそのすぐ上に置けますので、損切りまでの距離が非常に短くできますので、そういった損傷利大っていうところを狙っていけるといいのかなと考えます。また同じように下限でも同じですね。この下限に来たところではロングエントリーをしていくわけですが、その場合の損切りっていうのはこの安値の少し下というところに仕掛けていくのがいいと思います。ただポンド円の場合はボラが高くってストップ狩りが発生する可能性もありますので、その辺は注意が必要ですけれども、今はそ
そういったトレードをしていけるとかなりエッジの効いたトレードができるんじゃないかなと思ってますので、よかったら参考にしてみてください。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。